あの大人気360度カメラ X3 がついに X4 にモデルチェンジしました。今回先行レビューの機会をいただきましたので、この2週間たっぷりと使ってみました。X4 がどの程度良くなっているのか、今回じっくりとお見せしたいと思います。今日のメニューとしては、まずはカメラ本体をじっくり見てみたいと思います。付属品なども確認しつつスペックも見てみましょう。そして2番目はサンプル映像をたっぷり撮ってきましたので、そちらをお見せしたいと思います。X3 との比較映像などもお見せします。3番目は編集書き出しの時点で何か違いはあるのか、改良点はあるのか見てみたいと思います。そして最後にまとめとしてしばらく使ってみての感想をお話ししたいと思います。では前置きはそのぐらいにして早速本題に入りたいと思います。まずはこれが本体です。本体は後ほどじっくり見てみたいと思います。で、付属品としてポーチがまずあります。以前よりもゆったりとした作りになっていて、オプションパーツなどがついていても収納することができそうな、なかなか便利そうなポーチが付属します。そしてこれは USB ケーブル。そしてさらに今回嬉しいことに脱着式のレンズガードも付属してきます。で、これはもうカメラの特性上仕方がないことなんですが、こんな感じでレンズが飛び出してますので、どうしてもね、ここに傷がつくんじゃないかって心配になるんですよね。で、今回脱着式のガードがつきましたので、危ないなっていう時はこんな感じでカチッとはめておくことができます。で、純正品はプラスチックなんですが、オプションで硬質ガラスを使用したプレミアムレンズガードというものが出ています。で、これはガラス製なんですが、新品の時は透明度はあまり変わらないとは思うんですが、プラスチックはやっぱり傷がつきやすいので、ガラスの方がよりクリアな状態を長く保つことができるのではないかと思います。いずれにしても脱着式のレンズガードがついたというのは非常に嬉しい変更点です。ちなみにですが、新型のレンズキャップはこのレンズガードを取り付けた状態でも取り付けることができるように改良されています。では次に本体をじっくりと見てみたいと思います。まず持った瞬間にですね、なんか以前のものよりもかなりたくましくなっているように感じました。若干サイズも大きくなっています。で、フロント側、液晶とは反対側にこういう感じで斜めの溝が刻まれています。以前のものはここはつるっとした表面だったんですが、この溝が刻まれたことによってかなりグリップ感が増しています。そしてボタンの数とか配置は以前と変わっていません。本体右側に電源ボタンとカスタマイズの要素がより増えた Q ボタン、そして画面左下にシャッターボタンと、これまたカスタマイズがたくさんできるファンクションボタン。さらにここを開けると USB-C 端子ですが、これはタイプ C2.0 から 3.0 にアップグレードしています。そしてバッテリーを外すとそこに SD カードスロットがあるというのは以前と同じです。そして今回バッテリーの容量もかなりアップしています。1800mAh から 2290mAh にアップしています。同じ 5.7K30fps で比較した場合では 67% も持続時間が伸びています。ではいよいよ電源を入れてみたいと思います。起動がかなり速くなってますね。各ボタンに対するレスポンスとか、あとはメニューの出し入れなんかもキビキビと動作します。液晶のタッチ感度も良好です。では各モードを切り替えてみたいと思います。撮影できるモード自体は変わっていません。ただし各モードで撮影できるフレームレートとか解像度が大幅に向上しています。簡単に言うとより綺麗でスムーズな映像を撮影することができるようになっています。代表的なところでいくと、普通の動画は 8K30 で撮影することができます。で、5.7K は60フレームまで撮影することができるようになりました。4K は 100fps です。以前は 3K100 でしたが、今回 4K100 になっています。で、さらに Me モードといって自分だけを編集なしで書き出してくれるモードがあるんですが、これも大幅に改善されて 2.7K120fps で撮影することができるようになりました。何言ってるか意味がわからないという方は後ほどまた映像を見ながら説明させていただきます。で、さっきから 8K と言っていますが、実際 8K なんて必要ないって思われる方も多いと思うんですが、実際に見れる映像が 8K になるというわけではなくて、ちょっとこのカメラを持ってない方はなかなかイメージが難しいかとは思うんですが、
このカメラは前後の超広角カメラで撮影して、その映像を2つつなぎ合わせているんですが、その元になる映像が 8K で撮影されるということになっています。で、一つにつなぎ合わせるとこんな感じでこうぐるぐる回したりできる一つの映像になっています。で、そこからさらに自分の好きな大きさですかね、画角とかアングルでその映像を書き出すことができます。それがその元になるのがその 8K になっているというわけです。で、そこからフル HD とか 4K の映像を切り出すわけなんですが、やはりその元になっている映像がより高解像度になれば、切り出した映像もより精細な綺麗なものになっているという、そういう仕組みになっています。さらに設定も少し見てみたいと思いますが、ここを見てわかるのが、ジェスチャー操作が追加されている点です。これはジェスチャーでコントロールする機能になります。で、さらに音声コントロールの機能に日本語が追加されています。こんな感じで使うことができます。では、録画停止の方も、どうなるのかやってみましょうかね。はい、録画停止。さらに撮影時のホーム画面に戻りますが、ここを見ると画角が選べるようになっています。メガビューという歪みの少ない、なおかつ非常に広角なモードが追加されています。で、さらに再生画面を見ると、このカメラ上からスマホに映像を送ることのできるボタンが追加されています。さて次はいよいよお待ちかねのサンプル映像になります。X4 になって解像度やフレームレートが増したことによってどんな映像が撮れるようになったのか、X3 とは違いがあるのか、いろいろ比較してみたいと思います。約2週間にわたって日中や夜間、そして運動しながらや街歩きをしながら様々な状況で撮影をしてきました。ではご覧ください。まずは今回のモデルチェンジの最大の売りである 8K30fps での映像になります。この X4 で撮影することのできる最高画質です。今回画素数が 78% も増加しているとのことなので、切り出した映像を見ても明らかに解像度が上がっています。X3 の映像だけ見ていたときはこんなもんなのかなと思っていたんですが、この X4 の映像を見てしまうとやはり解像度の違いを感じます。おじさんの映像にどこまで解像度の高さが必要かっていうのはよくわかりませんが、解像度の高さはよくわかりますね。それから色の処理も、どちらも標準カラープロファイルで全く同じ設定で撮ってはいるんですが、もう全然違って非常に綺麗な発色のいい映像になっています。逆光時もこんな感じでより自然な映像になっています。森の中でちょっと逆光状態なんですが、やはり影の部分も潰れたりせず、フレアとかもすごい減ってより綺麗になっています。で、次は 5.7K60fps での撮影になります。60fps、60フレームで撮影することによって、この映像のように30や24フレームに編集時に落とすことによってスローモーションにしたりとか、この映像のように60フレームのまま使うことによってよりスムーズな表現ができます。ちなみにこれは X3 の 5.7K30fps の映像になります。次はより本格的なスローモーションの映像になります。今回は 4K100 で撮影することができるようになりました。これはだいたい4倍のスローモーションになります。X3 は 3K100 が最大だったんですが、やっぱり比べてみますと解像度もかなり違いますし、この映像と映像をつなぎ合わせる部分のステッチ処理も、この逆光時の処理なんかは X4 の方がかなり綺麗になっているのがわかります。次は気になっている方も多いと思いますが、暗所性能になります。これは歩きながらの映像です。これは車からの映像になります。以前よりもかなりスッキリとノイズも減り、発色も良くなっていると思います。インスタ 360S Pro っていうカメラがあるんですが、これは夜景撮影がむちゃくちゃ綺麗に撮れるアクションカメラなんですが、そこまではいかないまでも X3 よりはかなり改善されているのではないかと思います。次はバレットタイムといって、ご覧になったことがある方もいらっしゃると思うんですけど、自撮り棒をこういう風に取り付けて
頭の上でぐるぐる回すオプションパーツがあるんですが、これを使うことによってスローで自分たちを中心とした映像を自動的に撮影することができます。これもかなり画質が向上してまして、この後ミスターが転ぶんですが、転んだミスターの満面の笑みまでバッチリと映っています。タイムラプスに関しては 11K で撮影することができるようになりました。そしてタイムシフトと呼ばれるハイパーラプスは 8K で撮影ができます。で、片側だけのカメラを使って撮影するシングルレンズモード、これ編集も不要で非常に気軽に使えるんですが、これも非常に画質が良くなっています。4K60 で撮影することができるようになっています。もう普通のアクションカメラと変わらない感じですよね。次は 2.7K120fps で撮影することのできるミーモードになります。30フレームとか24フレームに落としますので、だいたい 4,5 倍のスローモーションにすることができます。もうスローモーションにするだけで、おじさんの滑りもなんとなくかっこよくなってきますよね。これも先ほど少し説明したメガ広角の映像なんですが、背景に映ってる木とか見てわかるようにほとんど歪みがないんですよね。通常360度カメラかなり歪んでしまうんですが、これもそうなんですけど、街の景色とかもこういう感じでシャキッとまっすぐ撮影することができるようになっています。次は以前から定評のある手ブレ補正なんですが、これまた良くなっているように思えます。この動画のように腰のところに1メートルぐらいの自撮り棒をつけて、その先にカメラをつけて撮影をしています。こんな感じでカメラはゆっさゆっさと揺れているんですが、撮った映像はこんな感じになっています。多少揺れてはいるんですが、本当に安定した映像を撮影することができます。次はオプションの3メートルの自撮り棒にカメラをつけて撮影をしています。もうおじさんなんで腕の筋肉が衰えちゃってかなりゆらゆら揺れてるんですが、ご覧のようにまるでドローンで撮ったかのようなスムーズな映像を撮影することができています。ちょっと一旦休憩。で、写真については7200万画素で画素数自体は変わってはいないのですが、色合いとかダイナミックレンジが改善しています。こんな感じで適当に写真を撮っておけば、後から面白いアングルで切り出すことができるのも360度カメラならではですよね。で、夜の撮影もやはりこちらも改善されていて、かなりノイズが減って非常に綺麗な写真を撮ることができます。で、こんな写真のように歪みの少ない普通のカメラで撮ったような写真も簡単に撮ることができます。で、撮影後の編集作業についても変更点があるのか改善点があるのか見てみたいと思います。で、大きく分けて2つの方法があって、パソコンで編集するかスマホで編集することになります。パソコンの場合はこんな感じで SD カードを挿入して行います。スマホの場合はアプリ上でダウンロードするなりして編集することができます。とりあえずじゃあパソコン版を見てみたいと思います。で、直接ケーブルでパソコンにつなぐ場合は先ほども言いましたけど USB3.0 になってますので転送速度がかなり上がっています。で、取り込んだファイルを見るとわかるんですけど、ビデオファイルとあと LRV という低解像度のビデオだけになっています。以前よりも一つ減ってよりシンプルになっています。そしてこれがですね、これ Mac 版のスタジオというインスタ360が出している無料のソフトウェアになります。このソフト上で360度の映像を自由なアングルで書き出したりすることができるようになっています。で、これもですね、今使っているこれは X4 がまだプロトタイプなので、それに対応したまだバージョン4台のものなんですが、今最新で一番バージョン5というのが出ています。で、さらに X4 のリリースと同時にバージョン 5.1 というのが出るそうです。で、このバージョン5以上のものは、このアプリケーションの中で音楽をつけたりトランジションつけたり、また編集方法自体もかなりアップデートされているようで、かなり期待の持てる大型アップデートになっています。このアプリケーションの使い方に関してはまた機会を見て動画を作れたらと思っています。で、今回のアップデートで 8K が撮影できるようになり、よりデータが重くなってるんですが、そうなるとそれがパソコンで処理できるのかどうか心配な方もいらっしゃると思うんですが、これに関しては X3 の 5.7K の映像とほとんど変わらない感じで編集をすることができました。で、次にスマートフォンで編集する場合なんですが、オプションのカードリーダーを使うことによって超高速でデータをスマホに転送することができます。
でこれがない場合も Wi-Fi での転送速度自体も以前よりもかなり速くなってますので、快適に作業することができます。でしかもですね、まだ他社では実現していないんですが、バックグラウンドダウンロードというのがあって、他のアプリを使っていてもバックグラウンドでデータをダウンロードすることができるようになっています。で編集作業自体もスマホアプリが非常によくできていますので、簡単に行うことができます。で大きく分けると2つの方法があるんですが、1つはこういった感じで自分で映像を動かしてキーフレームを打ってアングルとか大きさを決めていきます。でもう1つは AI 編集といって AI が勝手に動画の中のハイライトを探してくれて、それを動画にしてくれるというモードがあります。非常に簡単に1本の動画を作ることができます。でこのアプリの中に編集ラボという場所があり、そこでいろいろな面白い編集を行うことができます。一つ選んで自分が撮影したクリップも選びます。でそこでエフェクトを適用してやります。そうするとこんな感じの映像が簡単にできてしまいます。このアプリの使いやすさとか面白さという意味では他のメーカーより一つ頭抜けているんじゃないかなと思います。でこうして編集した動画は書き出しをすることによってスマートフォンのアルバムに保存されます。そうすればあとは簡単に SNS に投稿したりとか、友人同士でエアドロップするなどしてシェアすることもできます。で今回撮影のためにおじさん3人組で福島にスキーに行ったんですが、お昼ご飯を食べながらみんなでお互いの滑りなどを鑑賞したりしつつ楽しむことができました。最後に私がしばらく使ってみた感想を少しお話したいと思いますが、やっぱりこの2年間の進歩ってすごくて、ほぼほぼ全部の部分、全方位がまんべんなく改善されている感じがします。まず最高画質で 8K30 の映像も綺麗ですし、色の処理もねより自然になっています。そして暗所性能もねかなり良くなってますよね。以前のX3 はやっぱりちょっと夜が弱かったので、夜も使おうと思う上で360度カメラ諦めていたっていう方もいらっしゃると思うんですけど、かなり良くなってますので夜でも普通に使うことができると思います。で動作がまたすごいキビキビしているんですよね。途中でもお見せしましたけど、いちいち一つ一つのこの、ボタンの操作とか、あと保存とか、撮影に至るまでの時間とか、全てが少しずつ速くなってますので、使っていてかなり気持ちがいいです。ここはねすぐ慣れてしまうのかもしれないんですけど、使うたんびに体感する部分なので結構大きな違いかなと思います。それからですね、あと接続系ですよね。USB-C とか Wi-Fi も速くなってますし、オプションのこのクイックリーダーは X3 用もあるとは思うんですが、これを使うとねかなり速く編集に移ることができます。この辺も体感できる違いかなと思います。さあいかがだったでしょうか。より高画質、そして撮影編集のしやすさを求めて最新型の X4 に行くのか、価格も下がって併売される X3 で初めての360度カメラを体験してみるというのも悪くないかもしれません。皆さんならどうされるでしょうか。気軽にコメント、質問等いただければと思います。近いうちに X4 の動画第2弾も出したいと思っていますので、よかったらご覧ください。X4 に関する詳しい情報はまた概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。他にもアクションカメラ関連の動画たくさん出してますので、ぜひご覧になってください。私のチャンネルの中の再生リストの中に各種カメラの再生リストがあります。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。